AI を勉強しなきゃ。そう思うほど、使い始める前に重くなります。便利なのはわかるのに、生活では使えていないです。つまり、知識不足ではないんですか？本書が外してくれるのは、その自責です。AI は学習科目ではありません。毎日の小さな面倒を渡す相手です。まず、見方を軽くします。新しい技術を全部理解してから使う必要はありません。むしろ忙しい人ほど、生活の中で試す方が続きます。机に向かって勉強する余力は、正直あまりありません。でもスマホで少し頼むだけなら、入り口は軽いですね。この動画では、AI を勉強から生活道具へ戻します。目標は、使いこなすことではありません。今日の困りごとを一つだけ軽くすることです。AI を難しく見せているのは、道具そのものより始め方です。知識を増やすほど、最初の1回が遠くなることもあります。だから今日は、学ぶ順番を少し変えます。先に生活で使い、後から理解を足していきます。スマホに話しかけるだけなら、特別な時間入りません。この軽さが、AI との距離を縮めます。この順番なら、苦手意識を大きくしません。まず体験し、必要な知識だけを足せます。AI との関係を勉強から相談へ変えます。それが今回の入り口です。まずは、続かない理由から見ます。AI 活用が続かない理由は、入り口が重いからです。最初からプロンプトを学ぼうとすると、勉強になります。専門用語を調べ、事例を集め、正解を探してしまいます。それで結局、使う前に疲れてしまいます。パソコンを開く時点で、少し面倒です。忙しい人には、準備が多い道具は続きません。仕事の後、また新しい操作を覚える余力は少ないです。つまり問題は、能力より設計です。本書の良さは、AI を生活の動線へ戻している点です。話す、取る、聞く、これなら机に向かわなくても始められます。勉強時間を作らなくてもいいんですね。使う場所が生活の中にあるから、続きやすいんですね。はい、最初の一歩は、AI を覚えることではありません。AI に一つ頼み、便利さを体験することです。一回軽くなると、次も使う理由が生まれます。多くの人は、AI 活用を正しくやろうとします。けれど正しさを探すほど、使う場面が減っていきます。本当に必要なのは、完璧な質問文ではありません。今困っていることを、AI に見える形へ出すことです。生活の中で一回使えれば、学習より先に実感が残ります。その実感が、次の一回を呼びます。続かない人ほど、始める前の準備が多くなりがちです。だから準備を減らす設計が必要です。本書はその設計を、生活の言葉で示しています。ここが紹介したい理由です。次は、その軽い入り口を見ていきます。最初の入り口は、スマホで話すことです。文章をきれいに打つ必要はありません。でも、雑に話しても AI はわかるんですか？むしろ最初は、雑なままで構いません。買い物、献立、予定、調べ物、言葉にすれば整理が始まります。写真を撮って聞けるのも、生活に近いですね。冷蔵庫の中、手書きメモ、届いた書類、目の前のものを見せて、相談できます。ここで AI は、遠い技術から身近な相棒に変わります。スマホなら、通勤中でも、台所でも、3分だけ使えます。声で相談すれば、考えを文字にする負担も減ります。思いついた瞬間に頼めるのは大きいです。入力が軽いと、使う回数も増えそうです。その通りです。小さく使えることが、習慣化の入り口です。AI を特別な作業にせず、生活の途中に置きます。話す入力は、思考の下書きになります。うまく説明できなくても、AI は整理の候補を返してくれます。写真入力は、言葉にしにくい面倒を渡す入り口です。見せてから聞くと、説明の手間が減ります。忙しい人に必要なのは、性能比較より使う瞬間です。その瞬間を作れるのがスマホです。スマホはいつもの生活にすでに入っています。だから新しい習慣を置く場所として強いです。難しい画面を開く前に、まず声で頼めます。この近さが、使い始める助けになります。では、何を AI に渡せばいいのでしょうか。AI に渡すのは、大きな仕事でなくて構いません。最初は、頭に残っている小さな未処理です。買い物とか、夕飯とか、予定の確認ですか。はい、そういう小さな面倒ほど、頭の容量を使っています。AI に聞くほどではない、と思っていました。そこが誤解です。小さいからこそ、何度も出てきて疲れます。例えば、
冷蔵庫の写真から夕飯案を出してもらう。週末の予定を話して持ち物を整理してもらう。子供の行事や家計のメモを分かりやすく並べてもらう。自分で全部覚えておかなくていい感じがします。AI に渡す価値は作業量だけではありません。頭の中から一度外へ出せることにも価値があります。完璧な答えより整理されることが大事なんですね。ここでのポイントは3つです。小さく頼む。生活から始める。判断は自分で残す。小さな面倒は放っておくと何度も頭に戻ります。それが積み重なると作業前から疲れてしまいます。AI に渡すとは全部を解決してもらうことではありません。一旦並べてもらい選びやすくすることです。選択肢が見えるだけで次の行動は軽くなります。この軽さを生活のあちこちで作ります。小さな面倒を軽く見るといつまでも残ります。残った面倒は集中力を少しずつ削ります。AI はそれを片付ける前の整理役になります。整理されると次の一歩が見えます。次は仕事と学びへの広げ方です。生活で使えると仕事や学びにも自然に広がります。ただしいきなり成果物を任せる必要はありません。仕事で使うなら失敗が怖いです。最初は下書き、要約、比較、質問作りに使います。白紙から考える負担が減りそうです。会議メモを要点に直す、メールの叩き台を作る、知らない分野を初心者向けに説明してもらう、独学の順番を今日できる量に分けてもらう。 AI は答えを奪う道具ではありません。考える前の散らかりを扱える形に整える道具です。だから仕事の判断まで任せないんですね。そうです。判断ではなく準備を軽くします。準備が軽いと考える時間を取り戻せます。 AI があると最初の一歩が少し楽になります。その小さな楽さが仕事と学びの継続を助けます。仕事では考える前の準備に時間がかかります。文章の骨組み、論点の整理、調べる順番、そこを AI に手伝ってもらうと判断に時間を残せます。学びでも同じです。わからない言葉を聞き、次に読む順番を作れます。AI 習慣は努力を増やすためではなく、迷いを減らすために使います。白紙の前で止まる時間は誰にでもあります。AI はそこに最初の形を置いてくれます。その形を見て人間が直せばいいのです。これなら仕事でも使い始めやすくなります。ただし、任せる範囲は確認しておきます。AI は便利ですが、丸投げの範囲は分けます。任せていいのは整理、下書き、比較、候補出しです。そこまでなら使う不安が少ないです。では任せない方がいいことは何ですか？最終判断、責任のある決定、健康やお金の断定です。 AI の答えは材料として受け取ります。最後に自分の状況、目的、相手への影響を見て決めます。この分担があると怖さはかなり減ります。 AI に考えを奪われるのではありません。考える前の準備を助けてもらうのです。それなら使うほど自分が楽になる感じです。自分で決める余白を残すのが大事ですね。本書の実践もこの安全な距離感で読むと役立ちます。便利さを使いながら責任は手放さない。この線引きがあると安心して小さく試せます。便利になるほど線引きは大事になります。 AI の返事は正解そのものではありません。自分の状況に合うかを確かめる材料です。特に健康、お金、契約、重要な人間関係では慎重に扱います。一方で考えを広げる相手としてはとても役立ちます。安全な距離を保てば AI は怖い道具ではなくなります。線引きは AI を遠ざけるためではありません。安心して使うための土台です。任せることと残すことが見えると迷いが減ります。迷いが減ると使う回数も増えます。では今日の一歩に落とします。今日やることは一つだけです。今頭に残っている面倒をそのまま AI に話します。例えばどんな言い方で始めればいいですか？今週やることが多くて混乱している。整理して、と話します。夕飯を決められない。家にあるもので候補を出して、と話します。ちゃんとした文章じゃなくていいんですね。はい、整えるのは AI の役割です。人間がやるのは困っていることを外へ出すことです。時間は3分で十分です。長く使おうとすると、また準備が重くなります。まず小さく終えることも続けるコツなんですね。その通りです。成功体験を小さく作ります。行動のポイントは3つです。話す、取る、3分で終える。最初の1回は
立派なテーマでなくて大丈夫です。明日の持ち物、週末の予定、夕飯の候補、小さすぎると思うものほど習慣の入り口になります。3分で終えると決めれば失敗もしにくくなります。続けるコツは成果を大きく求めないことです。少し軽くなったという感覚だけで十分です。1回の成功を大きくしないことが大切です。小さい成功なら忙しい日にも再現できます。再現できることだけが習慣になります。だから今日は一つで十分です。最後に、今日の話をまとめます。今日のポイントを振り返ります。AI は勉強科目ではなく、生活の面倒を軽くする相棒です。使いこなす前に、まず一つだけ頼んでみる。スマホで話す。写真を撮る。困りごとをそのまま渡す。それなら AI を遠いものにしなくてよさそうです。勉強より生活の中で試すことが先なんですね。そうです。完璧な知識より小さな1回が習慣を作ります。この本は、その1回目のハードルを下げてくれます。AI に詳しくなることだけが目的ではありません。少し早く決められる。少し頭が軽くなる。その変化を毎日の中で作ることが目的です。気になった方は、ぜひ本書も手に取ってみてください。AI を使う目的は、自分を急がせることではありません。暮らしの中にある小さな引っかかりを、少し扱いやすくすることです。勉強してから使うのではなく、使いながら分かっていく。その順番でいいと思えると、AI は身近になります。今日の1回が、明日の負担を少し減らします。それが本書から受け取れる一番優しい入り口です。AI は特別な人だけのものではありません。忙しい日常にある小さな詰まりをほどく道具です。1回話して、1つ軽くする。そのくらいの距離から始めて大丈夫です。ご視聴ありがとうございました。